おはようございます。たかしです。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。まずはポンド円からです。本日も朝から強く下落してきておりますので、また安値更新をしてきましたね。今ですと、ここ過去の安値付近、このあたり、が意識されていたんですが、本日はそこを一度差しに行った形になります。このまま上昇できるのか、それとも突き抜けていくのかですが、もしここを下抜けてくるとかなり大きく下落しますので、その辺は X でも発信しておりますがご注意ください。現在はストキャスティクスは安値圏にありますが、基本的にここのところの動きを見てもわかるようにかなり強く下落してきておりますので、反発上昇するという、そういうイメージは持たないでください。反発上昇した時は基本的には上がったところから売っていくというこの戻り売りですね。こういうところを狙っていくイメージで持っておくとトレードがやりやすくなります。なので今長い下髭を出してきて反発しそうな雰囲気にはなってますが、この反発は狙わないです。上がったところから売っていくという考え方を持っておいてください。では4時間足です。4時間足を見てもわかるようにずっと下落してきてますよね。昨日は一旦下落が止まって横向きの動きから再下落というそんな動きでした。一度戻してくれると戻り売りがやりやすいんですが、ですのでこういう動きを待っているんですよね。この一旦の調整の上昇を待っているんですが、先ほど冷やして見ていたように、直近ではここかなり安値圏で意識されているポイントですので、一度こういう動きを待っておいてください。GMMA の青帯付近まで上昇するのを待って、そこからのこの戻り売りを考えていくですね。4時間足見てもわかるようにストキャスティクス安値圏ですので、ここからどんどん下落するとは思わない方がいいですね。朝から下落はしてきていたんですが、やはりインジケーターこれ売られすぎのゾーンにありますので、そう考えると一旦の上昇を待っておくのがやりやすいトレードになってきます。昨日みたいな動きをしてくるのであれば、ここでのこういうレンジからのズドンという下抜けになってくるかもしれません。では1時間足です。4時間足では一旦 GMMA の青帯ぐらいまで戻してきてほしいんですが、ですので比較的大きめの上昇というところも考えておきたいんですが、1時間足を見ていると結構過去の動きを見ても揉み合ってますよね。昨日は、ここのところずっと下落してきて、昨日はここで揉み合い、値幅としてはそれなりにあるんですけれども、動きとしては非常に分かりにくい。そんな中での下落になってきております。そして今のところ1時間足で見ていると、この白い水平線を明確に下抜けてきてますよね。ということは、ここからはこういう戻り売りをイメージしておいてください。当然 GMMA も昨日ここずっと意識されてますので、GMMA まで戻ってきてもここからの戻り売りという考え方です。もし4時間足の GMMA ぐらいまで戻していくのであれば、比較的大きく上昇してくる可能性がありますが、その場合はこのあたりまでの戻しの可能性がありますので、こういう動き方をイメージしておいてください。ただ、1時間足直近の戻り高値がこのあたりになってきますので、このオレンジの水平線、189円付近を上抜けると上昇しやすくなります。ですので、その場合は1時間足の上昇が勝つのか、それとも4時間足の下落が勝つのかという分かりにくい動きをするかもしれない。このあたりは分かりにくい動きをする可能性があるので、考え方としてはここですね、189円のこの直近の高値を抜けるまでは戻り売りで考えておく。上抜けてくると分かりにくい動きをしそうなので、一旦は上昇の可能性もあるけれども、トレードとしては様子見するっていうのがこのゾーンになってくると思いますので、189円から191円の間ぐらい、このあたりは分かりにくい動きをするだろうというふうに考えておくと、無駄な損失を減らせますので、本日は戻り売り、そして上抜けてくれば様子見という考え方を持っておいてください。ではドル円を見ていきましょう。ドル円はずっと下落トレンドという話をしてまして、そのイメージ通りに動いてきてますね。現在目指しているのがこのあたり、142円ぐらいを目指しているのかなと考えますので、このまま下落していけばこういう動き方を想定しておいてください。その中で一旦の上昇をして昨日また下落してきましたよね。行ってこいみたいな動きになっておりますので、この下落が本日継続できるかどうかですね。このあたり 144.5 を下抜けてくると、先ほどの日足で言った下落のターゲットぐらいまで下がってくると思います。現在はずっとこれ4時間足も下落トレンドですので、まずは考え方としては一旦の上昇後のこういう下落をイメージしておいてください。ただこちらもストキャスティクス安値圏ですよね。ですので本日は一旦上昇を待つのがいいですね。では1時間足です。とは言いましても、昨日のこの下落結構強いですよね。直近の上昇も強かったんですが、昨日の下落も同じぐらい強いってことは、この間でのレンジっていうことも考えられますので、上がれば4時間足の下落トレンドに戻っていきやすくなりますので、こういう動き、ちょっと大きめですが、こういう動きを想定しておくのもいいと思います。と考えると、現在地っていうのは過去の安値付近ですよね。
ということは反発上昇しやすい。でも上がったところは売られやすいので、GMMA の青帯がこう下がってきたときは、そこも意識しておいてください。つまり GMMA の青帯がこういう風に下がってきますので、そのあたりからはこういう下落をイメージしておく。戻り売りですね。ですので、GMMA 付近からの戻り売り、もしくは直近の高値、昨日の高値付近からの戻り売り。その場合はこういう大きなレンジを想定しておく。そして現在はレンジの加減ということは、ここから売っていくのが危険だっていうことはわかると思います。なので本日は一旦の上昇を待って、そこから上げ止まったところからの戻り売りを考えておきたいですね。それでは本日は以上です。現在使用しているチャートはトレーディングビューなんですが、使いやすいチャートなので、まだご利用でない方は一度お試しください。無料で利用ができます。概要欄に URL を貼っておきます。また、有料プランもありますが、基本的には無料で全然使えますので、もし有料の機能が必要になれば、途中で乗り換えればいいと思います。また、ノートのメンバーシップ会員も募集しております。毎朝更新の詳細な相場分析、そして幅広い知識と FX スキルを手に入れられる週末の限定動画を配信しております。FX を始めたばかりの方や、なんとなくやってきたけれども基本的なところがわからないという方は、まずは FX の知識を入れるように、ノートメンバーシップを活用してみてください。こちらも概要欄の URL からご確認ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。